どうもこんにちは。社会人イラストレーターの消しゴムです。週の真ん中水曜日ということで、ラジオ動画の第2回目をお届けしたいと思います。さて前回の第1回ラジオの振り返りからさせてください。正直に申し上げますと、第1回のラジオ動画、僕自身はそこまで期待していませんでした。誰も聞いてくれないだろうな、コメントがついたらラッキーだなくらいの軽い気持ちでアップしたんですけども、蓋を開けてみたらびっくりで、普通の動画だと描き方を教えてくださいとか、この画材どこで買えますかっていう質問が大半なんですけども、前回のラジオのコメント欄は全然違ったんですね。私も50代から絵を始めましたとか、美術の成績が悪かったという話に勇気をもらいましたとか、皆さんの人生観とかこれまでのストーリーが詰まった長文のコメントがたくさん届きまして、中には消しゴムさんの動画をきっかけで画材一式揃えましたなんていう報告もあって、結構嬉しかったです。なのでこれ正直第1回でひっそりラジオのこの投稿やめようかなって思ったんですけども、結構待ってる方がいるっていうことが分かりましたので、これは続けないなと思い直しました。コメントをくださった皆さん本当にありがとうございます。全部読ませていただいてます。で、第2回ということで今回のテーマはズバリ、なぜデジタル全盛期の時代にあえて不憫なアナログで描くのかです。これについて僕なりの持論というか偏見を語り尽くしたいと思います。というわけで今回も作業用 BGM として、あるいは晩酌のお供としてリラックスしてお聴きください。よろしくお願いします。まずメインテーマに行く前に、今画面に流れている映像について少し解説を挟みます。これは先週土曜日に投稿した窓の描き方の動画で使用した日本家屋のスケッチのフル尺映像です。日本家屋って描くのが結構楽しいんですよね。現代のつるっとしたビルやマンションと違って構造がむき出しじゃないですか。柱とか、あと梁とか、あとその間に土壁とかがあってっていう部材の組み合わせが目に見えるんですね。だから描いてて絵を描くっていうよりかは建物を組み立っているような感覚になるのが日本家屋のスケッチの醍醐味だと私は思ってます。で、ちなみにこのスケッチで使用しているペンなんですけども、ユニボールシグの DX の 0.38mm というボールペンを使ってます。これコンビニとかスーパーの文具売り場とかで売ってる1本150円ぐらいの自分用のボールペンなんですけども、このペンにちょっとまつわった話なんですけども、こういう線画で描くペンの線幅はどのぐらいがいいんですかっていう質問をいただくことがあって、その中で 1mm とか 0.5mm じゃダメなんですかってよく聞かれます。で、僕の中では線画で使うときはペン先の幅は 1mm や 0.5mm のペンはあんま良くないかなと思います。 0.5mm とか1mm だと線幅が太すぎるからですね。スケッチにおいて影や奥行きを表現するとき、僕はよくハッチングっていう技法を使います。斜線を重ねて濃淡を出すやつですね。で、このハッチングするときにこのペンの線の太さが結構命取りになります。 0.5mm の線でハッチングすると線と線の隙間が埋まってしまってただの黒い塊になりやすいんですね。でも今の映像で使ってるようなペンは 0.5mm 以下のペンなんですけども、このペンであれば線と線のわずかな白、要は紙の下の色が残るんですね。で、この微細な隙間があることで影の中に空気感とか透明感が生まれるんですよ。なんで絵の解像度の問題ですね。この 0.5mm 以下という高解像度で描くことで影のグラデーションをより微細にコントロールできるって考えてもらえればいいと思います。で、このボールペンは今描いてるのは、0.38mm なのでスケッチ用にも最適ですし、あと色がネイビーで黒とは別のいい意味でいい感じの雰囲気を出すので、僕は画材として愛用してます。多分これは画材というか文字を書く用のペンなので、絵描かない方もぜひ
手に取ってくれればなと思います。これ全然デマというか提供されているものではないのでご安心ください。で多分文房具店とかで売ってると思いますので、騙されたと思って一度買ってみてください。このカリカリ感というか、書いてる時の紙の引っかかる感じとかすごいいい感じなので病みつきになると思います。で今道具の話が出ましたので、いよいよ本題に入りましょう。なぜデジタルで写真も撮れる時代にわざわざアナログでスケッチするのか。でこれ旅行先でよく感じることなんですけども、旅行に行くと皆さんスマホで写真を撮りますよね。僕も撮ります。デジタル写真なら1秒で風景を切り取ってパシャッと撮って、はい次の観光地行こうっていう風になると思います。で一方スケッチだと道具を広げて、で次に構図を決めてペンを走らせる。でどんなに早く描いても最低15分から20分ぐらいはかかりますよね。なので写真が1秒に対してスケッチは15分以上って、この一見するとスケッチってめちゃくちゃ効率が悪いんですよね。その高い旅費と航空券の代金とかを払って海外や観光地に行ってるんだから、一箇所に15分もその20分も座り込んでいないで一つでも多く観光名所を回った方が元を取れる気がしますよね。でこれ合理的で、あと経済的に考えればデジタルの写真で記録を残して次に移動するのが正解かもしれません。でも僕はあえて言いたいのですが、この情報の密度が違うと思います。例えば旅行から帰ってきて3年後5年後にアルバムを見返したとします。スマホで撮った100枚の写真を見ても、ここ行ったな、綺麗だったなぐらいの感想で、正直記憶は薄れていると思います。でもその時自分がその場に座り込んでじっくり描いたスケッチブックのページを開くとどうなるかっていうと、不思議なことにその時の情景が鮮明に蘇るんですね。その描いてる時の風の匂いとか、周りのその雑多な音とか、飲んでいたコーヒーの味とか、日差しの暑さとか、この15分間その景色を凝視して脳で解析して手で出力するっていうプロセスを経ることで、視覚情報以外の五感の記憶まで紙の上にパッケージングされてるのかなと思います。写真は記録ですけども、スケッチは体験の保存だと思うんですよ。だから効率が悪いかもしれないんですけども、人生のその記録の密度を上げるっていう意味ではスケッチほど贅沢で効率的な記憶媒体はないんじゃないのかなと僕は思ってます。そのアナログにこだわる理由は他にもあります。物理的な質量と不可逆性もメリットかなと思ってます。でこれについて少し説明していくんですけども、デジタルデータで例えば写真とか、あとは最近だと iPad とか液タブとかでも描けると思うんですけども、そのどんだけ魂を込めて描いたとしても質量で見ると 1g でも変わってなくて、増えるのは容量だけですよね。フォルダの中身は仮想空間ですけども、アナログは違いますよね。スケッチブックに描けばインクの分だけ重くなるし、あとは紙が湿気を吸ってスケッチブック自体の厚みが微妙に膨らむんです。でさらに一冊書き終えれば本棚に厚みとして物理的に鎮座します。年末にずらっと並んだスケッチブックのその背表紙を見た時、俺は今年こんだけ時間を物理的に積み上げたんだなっていう達成感を得られるんですね。あれはデジタルだと味わえないと思ってます。この努力の可視化というか、時間の堆積みたいなものが目に見えることが僕のモチベーション維持装置として機能してるんだなって思います。でもう一つの不可逆性、これはつまり、やり直せないということなんですけども、例えば iPad などとかでデジタルツールでもスケッチできますけども、そのデジタルツールにはこのコントロール Z で取り消しっていう機能があるんですね。描いた線をちょっともう一回描き直すっていうことができます。でこれは紙ツールですけども、同時に甘えも生むかなと思ってます。間違っても消せばいいやって思った瞬間、脳はサボり始めます。
アナログはインクを落としたら終わりです。その緊張感があるからこそ対象を観察する目の解像度が上がって一本の線に魂が宿る。失敗したらどうするのか、その線をどうリカバリーするのか、いろいろごまかすのか影にして潰すのかとか、その現場判断の連続こそが絵にライブ感を与えるんですね。整いすぎたデジタルの線よりも迷いや修正の跡が残るアナログの線の方に僕は人間味としての魅力を感じてしまいます。なのでこの不可逆性はアナログにとってのメリットだなと思ってます。で、最後、これもう完全に個人的な趣味の話なんですけども、僕マキシマリストなんですね。要は収集癖が結構あるんですけども、最近はミニマリストが流行りで持ち物を減らすのが美徳とされてますけども、僕は真逆です。もう物が大好きなんですね。特に画材屋さんの棚を眺めているだけでドーパミンが出ませんか？この色とりどりのコピックが並んでるとか、見たこともない形状のペンとか、海外製の固形水彩とか、これらを所有すること自体が僕の趣味の一部なんです。デジタルだと全ての画材がツールパレットの中のアイコンとして収まっちゃってますよね。あれがちょっと寂しいかなって思ってます。僕は机の上に物理的にペンをジャラジャラーと並べたいんです。今日はどのペンでこの絵を描こうかなとか、もうまさに武器を選ぶように画材に撮る、いわゆる儀式みたいなものも含めてアナログの絵の楽しさかなって思います。なので今僕の部屋は画材だらけで、もうどんどんフットスペースというか足の首間も危ういんですけども、それもまた幸せな風景だなと思ってます。一気に語ってしまいましたが、要するに僕がアナログにこだわる理由は、旅の記憶の密度とか、あと物理的な達成感、あと失敗できない緊張感、そして、画材への愛、これらが集約されているのかなと思います。皆さんはどうでしょうか？私も旅行先では必ず描きますとか、デジタルに移行したけど戻ってきましたとか、いろんなエピソードがあると思います。ぜひコメント欄で教えてください。全部読みます。さて、こんなにアナログ最高と語っておいてなんですけども、実は次回の動画はデジタルノートの紹介をしようかなと思ってます。言ってることが違うじゃんって思うかもしれませんが、違うんです。これが限りなくアナログに近いデジタルというか、僕みたいなアナログ派の人間がうなるような面白いデバイスを見つけました。このアナログの良さを知ってるからこそわかるデジタルの活用法について検証してみようかなと思います。なのでアナログ派の方も食わず嫌いせずに、ぜひ土曜日の動画をお楽しみください。それでは長々とお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。消しゴムでした。バイバイ。